こんにちは、ピヨピッコです。ダイソーをパトロールしていたら、このようなものを見つけました。ダイソー秋冬の新作、アニマルエコファーポシェット。真っ白のウサギで可愛いということで、今回はこれをアレンジしてぬいぐるみを作ってみたいと思います。ポシェットから取れる生地のサイズは限られているので、あまり大きなぬいぐるみを作ることはできません。今回はこちらの比較的小さめの13センチサイズを作ります。ピヨピッコが監修している一番優しい押し縫い作り方ブックに掲載されている型紙になります。素体を使ってウサギのお顔の位置を確認し、どんなぬいぐるみにするかデザインしました。ハロウィン感を出したいなと思い、キャンドルとストロベリーチョコをイメージしました。前髪にウサギのお顔が来るようにして、耳はそのまま活かそうと思います。デザインを型紙に配置し、図案を刺繍シートに書き写しておきます。両足はいちごチョコに足を浸したようなイメージで生地を切り替えます。今回使用する材料はこちら。肌にはグッズプロさんのおもちボア、足の部分はクリスタルボアです。まずは分解します。せっかく可愛いポシェットの形にしてくれたのに、と少し罪悪感を感じつつ、ミシン目をほどいていきます。使うのは表のファー、耳のみです。うさぎのお顔の位置を確認しながら前髪をカットします。立体前髪にするので刺繍シートで挟んで刺繍枠にセットします。しつけ縫いをしてから家庭用ミシンのジグザグ縫いで縫っていきます。立体刺繍前髪のやり方については過去の動画でご紹介しているのでチェックしてみてくださいね。次にお顔の刺繍をしていきます。おもちボアは毛足の密度が高く、かなり滑らかでスベスベの肌触り。しかしその名の通りお餅のごとくかなりの伸縮性があるので、全体的に薄手の接着芯を貼っています。接着芯を貼っておくと伸縮性を抑えることができます。ではお顔の刺繍をしていきますね。今回はかなりシンプルなお顔のデザインにしてみました。とろけているような、泣いているようなイメージです。刺繍糸はリトルクローゼットさんのものを使用しています。かなり細い糸なので、面を埋めるステッチはすべて2本取りです。お顔の刺繍が完成したので、刺繍シートを外します。型紙を書き写して裁断します。ポシェットのファーから後頭部の生地を取ります。ギリギリでしたが、縫い代までしっかり取ることができました。足部分の切り替えを作ります。
お腹側と背中側で切り替え部分がつながるようにしています。ちなみに切り替えのつなぎ目は刺繍で表現します。切り替えしたいラインで型紙をカット。足のピンク生地を裁断します。刺繍シートの裏側に両面テープを使ってピンク生地を貼り付けます。両面テープで仮止めしておくことでずれるのを予防します。ボディの裏にも全体的に接着芯を貼っています。肌の生地に刺繍シートを重ねて刺繍枠にセットします。これで刺繍をしていきます。切り替えラインを刺繍する前にしつけ縫いをしておきます。ミシンのジグザグ縫いで刺繍をするならば特に気にする必要はありませんが、手縫いでする場合は半返し縫いでしっかりと縫い付けておきましょう。綿を詰めるとつなぎ目に負担がかかるので避けてしまう可能性があります。刺繍シートを両面テープと一緒に取り外します。型紙を書き写して裁断します。ピンク生地と重なっている肌の生地はざっくりカットしておきます。背中パーツも同様に作りました。これで組み立てていきます。このように継ぎ目が合っていれば OK です。結構ずれやすいので、縫い合わせる際は継ぎ目部分を起点に縫い始めるのもおすすめですよ。頭部も組み立てていきます。うさぎの耳にはワイヤーを入れて動かせるようにしようと思います。お顔パーツに仮縫いします。ワイヤーの固定方法は他にもっと良いやり方があるかもと模索中です。耳が仮縫いできたら後頭部パーツと縫い合わせます。頭部と胴体を縫い合わせます。
チークをつけます。以前動画でご紹介したセリアのメイクパステルを使います。ピンク色の目とバランスが取れて褐色肌にも似合いました。尻尾を作ります。ボディにマグネットを仕込んでおき、くっつくようにしました。これで完成の予定だったのですが、思っていたよりファー生地が余りましたね。これでツインテールを作ろうと思います。こちらにもワイヤーを入れて動かせるようにします。この地縫いで直接縫い付けます。かなりボリューム感が出ましたね。ロールヘアにもできますよ。うさぎのポシェットからぬいぐるみが爆誕しました。ダイソーのアニマルポシェットはうさぎ以外の動物も販売されていました。今回の動画が気に入った方はぜひ真似して作ってみてね。ではまた次回の動画でお会いしましょうね。ぴよぴっこでした。